皆さんこんにちは、ゲイキチです。今回はフォールアウト4のゲームプレイを大幅に変更するオーバーホールモッド、フロストの解説とモッドの導入方法、加えてフロストと互換性のあるもしくはフロスト用にパッチが用意されているおすすめのモッドをご紹介します。フロストの導入とゲームプレイ、この2つはですね、なかなかとっつきにくいところがあります。特に導入に関しては他モッドとの相性、互換性、この辺を考慮することと、プラグインのロード順など気をつける部分がいくつかありますので、できるだけ詳しく見ていきたいと思います。それではまず、フロストの概要とバリラとの違いなどを見ていきたいと思います。フロストの時代設定はですね、2077年の最終戦争の数年後。なので、バリラの NPC もクエストも一部を除いてほぼ存在しません。主人公たちはですね、冷凍保存されておらず、自宅でひっそりと暮らしていますが、ある日突然、謎のカルト教団に捕らえられてしまいます。そこからですね、この最終戦争後の荒廃した世界を生き延びる過酷なサバイバルが始まります。で、このフロストの世界では、放射能汚染がバリラよりもですね、活性化してます。屋外では常にガスマスクを装備する必要があります。水や食料の汚染も深刻になっています。クッキングステーションで適切に調理して摂取しないとですね、拾った食材や汚れた水をそのまま飲めばあっという間にですね、重度の放射能汚染に陥ります。銃弾によるダメージも引き上げられていて、プレイヤー NPC ともに一発の銃撃を受けただけで瀕死に陥ります。それなりの装備で身を固めていてもあっという間に体力は底つきます。そしてですね、戦闘で傷つき、飲食で放射能に汚染された体を治療するための医薬品の入手がとても困難になってます。体力を大幅に回復してくれるスティムパックや放射能を除染してくれるラットアウェイをですね、ランダムに配置された、戦利品の中からピックアップできるのは非常に稀です。代わりに序盤はですね、回復量の少ない包帯やデメリットの多いキノコ下剤などを常用することになります。病気の治療に使う抗生物質もですね、当然高価で手に入りづらく、作成難度も高いものになってます。そんな過酷な状況でですね、うまくやりくりしていく必要があるヘルス管理とリソース管理こそ、フロストの醍醐味と言えるのではないでしょうか。幸運にもですね、道端でフォローしている医者に出会えた時のあなたはですね、その出会いに感謝し、自分を救ってくれた NPC に愛着が湧くと思います。ただしですね、法外に請求されるキャップを支払えるだけの手持ちがあればの話ですが。フロストをプレイしていく上で重視していかなければならない要素として、先ほど述べた銃弾による致命的なダメージ、医薬品、弾薬の入手難度、屋外での放射能汚染対策、それに加えて産地という要素が追加され、ゲームプレイがさらに過酷なものへと引き上げられていきます。この産地とはですね、プレイヤーの小気度のことで、人型の NPC を殺害したり、未調理の食材、食料を摂取したり、キノコ下剤など一部の薬品を使用したり、人の道を外れていくことで徐々に下がっていきます。産地が下がることで引き起こされるデメリットにはですね、命中率の低下。著しくですね、産地が下がると、狙ったところにまともに銃弾が飛んでいきません。特に腰ダメで撃ってみると、冗談のようにあさっての方へ弾が飛んでいきます。ただでさえですね、弾薬が手に入りづらい状況で、命中率が下がるとなると、より一層深刻な弾薬不足へと陥ります。
そうならないように普段から小気道のケアにはですね、気をつけてください。下がった産地は調理した戦前の食料や一部の薬品で少しずつ回復させることができます。特にメンタスやカルメックスはですね、小気道を保つのに非常に有効です。ではですね、ここからは実際に MO2 を使ってフロストの環境を作りながら導入方法の説明をしていきたいと思います。まず導入前に公式のフロストモッティングガイドをじっくり閲覧していくことをお勧めします。フロストはですね、他のモッドと違ってですね、導入時の注意点が非常に多いです。現在の環境にそのままインストールしてもまずまともに動かないと思ってください。フロストはオーバーホールモッドであるため、多くのモッドと相性が悪くですね、競合します。初めて導入する場合は、必要最低限の基本的なモッド、もしくはですね、フロストのみ導入して、テストしながら徐々にモッドを追加していく形にした方が、確実だと思います。その際、まずは公式ガイドで紹介されているバグフィックスやですね、重要なモッドを一通り揃えていくのがおすすめですね。ある程度導入に慣れたところで、フロスト用にパッチが用意されている武器モッドだと、フロストと共存できるオーバーホールモッドなどもですね、試してみてください。それでは実際に MO2 を操作しながらフロストを導入していきます。先ほども述べたように最初はフロストのみを導入した状態でテストしてみます。ただしですね、フロストのメインファイルのみでは、正直非常に、遊びづらいところがあると思うので、フロスト公式アップデート、あとフロストプラス、あとフォールアウト4非公式パッチのフロスト用パッチも含めて導入しておきます。ここでフロストを導入する際、最も重要な注意点として、ロードオーダー、これを確実な並び順にしておいてください。ロード順に関しては公式ガイドに詳しく記載されてます。まず、フォールアウト4 ESM、で、その他の ESM ときて、フロストに関係のないモッド、フロストと競合しないモッドだと思います。で、その後フロスト用のパッチを必要とするモッド、そしてフロストメインファイル、で、それからフロスト用に作られたモッド、で、フロスト用のパッチ、武器モッドなどのフロスト用パッチですね。そして最後にフロストセルフィックスときます。この並び順を確実に守ってください。特にメインファイルの並び順、フロスト ESP、フロストですね。で、レッツフロストフィックス ESP。で、公式アップデート。で、フロストモッツ ESP。フロストプラス。で、フロスト UFO OP パッチ ESP。非公式パッチのフロスト用パッチですね。ここだけはまず間違いなく、この並び順にしてください。ゲームがまともに起動するかどうかですね、ここにかかってくると思います。これできちんと起動できて、ちゃんとフロストが遊べることを確認したらですね、徐々にモッドを増やしていきます。そしてその都度、その他のモッドも正しい並び順に並び替えていきます。モッドが増えてくればですね、その分並び替えも複雑になってくるので、MO2 でなく、ボルテックスでですね、数十個、数百個のモッドを決まった場所にですね、配置していくのは、できないことはないんですけども、ものすごくしんどいです。なので今回は MO2 で導入をお勧めしています。MO2 でフロストの環境が作れましたので、早速ゲームを起動して確認します。ここではフロストメインファイルに加えて非公式パッチと、キャンプサイト、あとオルタナティブジャパニーズフォントも導入してあります。この環境でちゃんとフロストが動くかどうか見ていきます。ゲームを起動しました。ちゃんとタイトル画面まで行けましたね。で、BGM もフロストのものに変わってます。それではですね、ニューゲームで始めてみます。Just let go. It'll all be over soon. It's just nuclear war, really? Could that actually happen? そう思うか Here we go again. ああ It's
ちゃんと動いてますね。正しく導入できているようです。もしもですね、フロストがうまく導入できてない、ロードオーダーがおかしいとかですね、マスタープラインが見つからない、なんていう場合はですね、このターミナルの前で警告が出ます。試しにフロストセルフィックスを外した状態でターミナルの前まで来てみると、こんな感じで警告が出ます。2つの必要なプラグインが見つかりませんと出てますね。これはフロストセルフィックスのメイン ESP とプレビス ESP が存在しないので、警告が出てます。具体的に何が足りないとは教えてもらえないんですけども、正しく導入できているかどうかは確認できます。ここで警告ができた場合はですね、もう一度ロードオーダーや必要なプラグインを見直してみてください。せっかくなので、このままもう少しだけゲームを進めながら、フロストの説明をしておきたいと思います。現在のフロストはですね、ゲームの開始場所を9つの中から選べます。この開始場所の選択が割と癖者で、場所によっては開幕からですね、理不尽なほど難しいものもあります。一応デフォルトの開始場所は突き当たり右側の扉、アクセストンネルらしいんですけども、結構難しいです。ここから始めると、フロストの世界観を把握するためのメモがですね、最初にいくつか回収できます。読み解くのはなかなか困難だと思います。僕も未だにさっぱり意味がわからないものがあります。で、個人的なおすすめはですね、ベースメントかハイウェイあたり。この2つはですね、開幕に一通り装備が回収できるほかですね、付近に凶悪なモンスターも出てきません。そして逆にですね、一番やばいのは、トレーラー、ミュージアムあたりですかね。トレーラーは最初にそれなりのものが回収できるんですけども、屋外に出るとすぐ近くをディスクロが徘徊しています。見つからないように気をつけてください。で、ミュージアムですね。魔術師博物館にはですね、屋外に脱出するために、うまくデスクローをスルーする必要があります。で、外に出られてもすぐにモルデンマンが襲ってきます。玄人向けの開始場所ですかね。とにかくどの開始場所を選んでも難しいことに変わりはありません。で、最初に楽ができてもゲームが進んでいけばどんどん厳しい部分が出てきます。で、その時ですね、役に立つのが、バリラのホールアウト4の知識ですね。ボックスなどに入っているアイテムはランダムで、決まるようなんですけども、テーブルの上に置かれているような医薬品や武器の配置はですね、多分バニラとほぼ同じだと思います。なので、どのロケーションでどんなものが回収できるか、頭に入っていれば、ある程度計画的に、進路を取ることができます。僕はこれがなかったので、最初、本当に苦労しました。行き当たりばったりのプレイはですね、自分をどんどん追い詰めていくことになります。
ではですね、フロストが無事起動できてちゃんと遊べるようになったところで、フロストおすすめのモッドをいくつかご紹介します。基本的なモッド、MCM や GCM、ハイ FPS フィジックス、あと CBB などですね、普段当たり前に導入しているものは、そのまま導入しておいて大丈夫だと思います。それ以外に入れておくと便利なものとして、まずはサバイバルモードで遊ぶ際ですね、有用なモッド、アンリミテッドサバイバルモード。このモッドはですね、サバイバルモードでもいつも通りセーブできたり、ファストトラベルも可能になります。もう一つはサバイバルコンフィグレーションメニューですね。こちらもサバイバルモードの内容を調整できるモッドなんですけども、特に使いたいのは飲食や乾きの調整ですね。食料の重量によってが満たされる割合が変わったりですね。医薬品使用時の喉の渇きがいくらか緩和されたりします。この辺は自分で細かく数値を調整することもできるんですけども、デフォルトでも十分効果はあると思います。お次はですね、ピップボーイタブ。これはですね、フロストをプレイする場合必ず入れておいてください。このモッドを導入すると、フロスト公式アップデートを導入している場合ですね、ピップボーイのステータスにサニティとタブが追加されます。ここでですね、現在の産地を確認することができます。そしてレベルアップメニュー EX。パークチャートの表示を変更して新たにパークを追加、もしくは既存のパークが削除されます。このレベルアップメニュー EX がないとフロスト専用のパークにアクセスできませんので、フロスト遊ぶ場合必須と言えるモードじゃないかなと思います。NAC やビビットウェザーなどの天候モッドはですね、フロストの天候と互換性がなく、CTD の原因となります。ただし、フロスト用にパッチが用意されているものは問題なく使えるので、いくつか紹介します。最初はポリューテッドクライメイトフロストパッチ。霧やガスなどですね、汚染された雰囲気を演出する天候モッド、ポリューテッドクライメイトのフロスト用パッチです。個人的にはですね、この天候がフロストにはベストマッチでないかと思います。ただし、天候によってはかなり視界が悪くなることもありますが、それもまた素晴らしい没入感を演出しているとも言えます。で、プラグインのロード順はですね、フロストの上、フロストより先にメインプラグインを読み込ませて、フロストの下にパッチを配置します。基本的にフロスト用のパッチを必要とする、プラグインはこういう形で配置していきます。ポリューテッドクライメイトにはですね、ウィンターバージョンもあります。こちらもフロスト用のパッチがありますので、ぜひ試してみてください。で、皆さん慣れ親しんだ NAC もフロスト用パッチがあります。うつうつとした天気の中ですね、過ごすのがしんどくなってきた時に NAC のカラッと晴れたですね、青空を見上げてみてください。とても清々しい気分にリフレッシュできると思います。これ意外と違和感なくハマってるので結構僕好きなんですけども。で、そして武器モッドですね。フロスト用の武器モッドパッチは数多くあります。多くは紹介できませんので代表して少しだけ見てみます。特におすすめなのは KJG92 さんのモッドですね。こちらの作者の方は武器モッドのみならず、いろいろなモッドのフロスト用パッチを作られていますので、じっくり閲覧してみてください。武器モッドのパッチもですね、非常に多く作られています。で、その中でも、グリースガンとですね、45オートピストル、あと M1 ガーランドあたりを入れておけば、パイプ系の武器が全てリプレイスされますので、早い段階でこれらの武器に触れることができます。それ以外にも AK やですね、9×39 プロジェクト、あとチェーンソーなんかもあります。
ということで、今回はフロストのゲームプレイと導入ガイドの動画を作らせていただきました。いかがでしたでしょうか？少しでも参考にしていただければ幸いです。僕自身フロストは長いこと遊んでるんですけども、多分半分も攻略できてないんじゃないかなと思います。生配信でしかプレイしないというのもあるんですけども、未だにこのハードコアな難易度に慣れてない感じはあります。もしも皆さんがですね、実際にフロスト遊んでみて、難しすぎて進めないとかつまらないと思った時はですね、フロストを遊びやすくするモッドがですね、まだまだたくさんありますので、いろいろ試して自分に合った環境を作ってみてください。別に誰かと競うわけではないので、劣等感を感じる必要もないと思います。楽しいのが一番ですね。それでは、今回少し長くなってしまいましたが、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。